はい、こんにちは。じゃあ、ヌーブのカンベです。今日もよろしくお願いします。お願いします。潮干狩りシーズンが始まりました。今日はアサリを取り上げてみたいと思います。アサリは産卵期になると身が膨らんで美味しくなります。春から初夏が一番のシーズンで、場所によって秋にも産卵期があるので、年に2回旬があります。潮干狩りに行ってきたけど、たくさんあって困っちゃってる私。今回はアサリシリーズ2021豪華4本立ての構成となっております。第1回目の今日は、アサリの下処理と保存方法についてよくわからないっていう方のために、下ごしらえ編をシェアしていきたいと思います。改めましてこんにちは、ヌーブのカンベです。いつもご視聴ありがとうございます。そして初めて見てくれている方もありがとうございます。このチャンネルでは家で作れるちょっといい感じのご飯を科学的なコツと一緒にシェアしています。チャンネル登録がまだの方はこの下にある赤い登録ボタンを押してくれると超嬉しいです。アサリの下処理だけど砂抜きがあるよね、カズ。あるね。簡単に言うと海水の塩分濃度と同じにしたらできます。つまり 3% の塩水を作って落ち着いた環境を用意してあげたらできるからね。最初に水を測って入れる塩の量を測るみたいな。めんどくさいでしょ。めんどくせえわ。時短しよう。できる。家庭で調理するアサリの量で考えると、だいたいペットボトル1本分、つまり 500cc ぐらいの水がちょうどいい水の量になるはずです。500cc の水は 500g なので 3% の塩水にするには 15g の塩を入れれば OK です。ペットボトルのキャップの規格は実は同じでできてる。でキャップ1杯これね 7.5g 入る。だから500のペットボトル1本に対してキャップ2杯分の塩を入れればいいと覚えるんだったら簡単じゃない？なるほどね。これで1時間ぐらい置いておけば砂抜きはできます。簡単だね。そうでもこれスーパーで買ってきたやつの場合ね、潮干狩りで取ってきたやつはめっちゃ砂に埋まってるやつだから全然洗われてないじゃん。スーパーのやつでそこそこ洗われてるから。でももう一個時短テクがあるんだって。ね、50度ぐらいのお湯でやるっていうパターン。アサリを刺激してちょっとびっくりして動きが活発になるから、これでやると15分ぐらいでできる。あ、いいね。そうだから今日はせっかくだからお湯を使ったアサリの砂抜きっていうのをやってみたいと思います。やってみよう。はい、じゃあ早速お湯を使ったアサリの砂抜きやっていきたいんですけど、ペットボトル 500cc ね、鍋の中に入れていくんだけど、ここにお湯を入れていくよね。500。はい、じゃあもうあらかじめ塩入れます。はい、塩。これ測ってあるから 15g ね。15g の塩入りました。見てこれ、今日いいね。アサリ熊本県産。めっちゃ元気でしょこれ。本当だね。ほらつついたらみんなギュッてなるでしょこれ。いいんじゃない？アサリさん投入しようか。でアサリ入れるんだけど窒息しないようにちょっとなんていうの、ちょっと顔を出せるみたいな感じがいいんだって。だからちょっとこれね、ざるを鍋の中に1個かまそうかな。こんな感じ。でここにアサリを入れていくからね。わかる？これでちょっとさ、ちょっと顔を出せるみたいな。アサリさんがこれで活発になって動き始めるから、ちょっとね、アサリね、ちょっと暗い方がいいんだって。だから鍋蓋しますね。で15分スタート。じゃあ15分後に、これ砂抜き完了するんで、またそしたら洗っていきたいと思います。どうなの。まあこれさ、スーパーで買ったやつだからさ、実際めちゃくちゃ綺麗なんだって。もちろんスーパーによると思うんだけど、今回のはすごい綺麗だから、でこれ取り上げたやつこんな感じね。これ一回水で洗っていきます。こんな感じで流水で、最初言わなかったけど、さ、
砂抜きする前こうやってゴリゴリやるといいよって聞いたことある人いると思うんだけど、やってあげて。で、汚れを落とすんだよね。ああ、これ貝殻の貝ってさ、そのまま料理するじゃん。ああ、するね。そうだから汚れてたらさ、あれだから、はい。じゃあこれをよく水切ってっていうパターンもあるんだけど、まあでもあれだよ、これをこのまま調理するっていうんだったらこれで今から料理すればいいんだけど、今日保存方法やるって言ったじゃん。このまま冷凍してもいいけど、水のまま冷凍する。ああ、なるほどね。そう中に水を入れたまんま冷凍するってことね。そう水も一緒に冷凍しちゃって、でだから板状とかこの固形になったやつをポーションで取り出して、なんて言ったらいいの、強火で一気に加熱して調理するっていうのが一番ふっくら食べれるから。でそれだと冷凍でも3ヶ月ぐらい持つ。なるほどね。だからまあ今日さ、これそのフリーザーパックに入れて水と一緒に保管するっていうやり方、これやっていこうかな。ちょっとで、まあ、シンプルにこうして、ね、このままジャーって入れちゃっていいから。じゃあ真空にするやり方、真空にするやり方、なんかね、俺知り合いのね女の子にも言われたんだけど、全然真空にならないんだけどどういうことみたいな低温調理の動画を撮った時に、うち業務用のチャンバーでやってるからみたいな感じで言って、じゃあこれどうやって真空にするのっていう話ね。はい、こうやってここにたくさん水を張ったものが、何らか家のバケツでも何でもいいです、水を張ってください。でこれこのまま沈めますよ。沈めると空気が追いやられて、袋の中から空気がこうやって上に追い出されてきます。でこの水面ギリギリのところでジッパーを閉めていくの。こう端から端にね。で最後ここだけ残るじゃん、ここだけ。でここもこうジップのこの余白があるからさ、だって沈めちゃって、ここでパチンって閉じるとうまくいくかな。どうよこれ。ああ、いいね。空気入ってないでしょ。そうこうやって真空はジップロック的なフリーザーパックで作ることできるんで、これをちょっと平らに伸ばして横に置いて、こういう状態で冷凍とかしてあげると使いやすいから。でこれ中に入ってる水、使う時捨てないでね。これ出汁だから、これ。そうこれアサリのめちゃくちゃ美味しい出汁が出るから、この凍ったもののままフライパンの中に入れてパスタとか作っていいから。なるほどね。そういう感じでお願いします。これが下処理編かな。次回からいよいよこのアサリを使った、まあうちイタリアンだけどさ、今動画何本上がったっけ、30本ぐらい、27本ぐらい上げてんだけど、パスタ1個しか作ってないけどねまさかの。しかも冷製パスタっていう、あったかいパスタをいよいよ3本作っていこうと思うんで、次回以降お楽しみにしてください。アサリの下処理方法と保存方法を良かったと思った私、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。どうした。